月々の金額が、こちら、4万と93円の、240回払いです。年間の金額が、6万7730円になります。こう見たらさ、ほぼルートインだよね。菊新チャンネル、始まるよ。はい、皆さんこんにちは。菊新チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はね、前回お話しした通り、この車のグレードとか、金額、支払い方法、それから、保険のこととか、などなど、今後、キャンピングカーを購入を考えている皆さんに、少しお役に立てる情報があればと思ってお送りしていきたいと思います。まず、この車両ですが、こちら、バンテック社製のコルドバンクスという車両になります。バンテックさんにはですね、このいろんなシリーズがあります。ジルシリーズ、コルドシリーズ、それから軽キャンとかも、あとはなんかハイラックスに積んでるのとかもあるんですけど、メインのキャブコンの中ではこの2ラインあります。ハイエンドのやつとカジュアルなラインということで、これはカジュアルなラインになります。4WD の AT ですね。コルドバンクス。はい。で、今回オプションつけたオプションはマルチシェードとドアバイザーです。で、ベース車両値上げの可能性がございますと書いてて、実は、ちゃっかりマイナーチェンジを行いました。それによって車両価格がだいたい12万ぐらい高くなっちゃったので、最初1000万ぴったりの予定だったんですが、それが1012万円になりました。じゃあ入っていきます。じゃん。じゃん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 というわけで、ダイネット周りですね。ダイネット周りは、こちらテーブル4人掛けで、上がバンクベッドになりますね。うん。ここがこう引き出して、2人ぐらいは寝れるな。結構広いベッドになりとしては、これ標準装備なんだけど、こういう風にクッションがつくことによって、ここをこう、取り囲んで6人ぐらいでね、ワイワイできるっていうのがあります。これがね、僕良かったな。コルドリーブスっていう後ろエントランスに比べるとちょっとダイネットは狭いんだけども、もう結構十分だよね。で、こっちがキッチンね。この前の動画でもお伝えしたキッチンと流し台です。うん。で、ここがトイレルーム。はい。マルチルーム。トイレ置いてないです。まだトイレ買ってきてないです。で、下がシャワーパンになってるので、シャワーを使うこともできます。FF ヒーターの出口もここだし、コンセントとかもあるんで、これは防水なのかな？シャワーカーテンとか使った方が良さそうだね。で、ここのライトが、タッチ。こんな感じで明るくなります。ここにも大きなバゲッジドアついてるんで、荷物も取り出せるし、窓もあるのはいいよね。で、こっちが大きな2段ベッドで、実はこのベッドの板全部外すと、ここ自体が一つの部屋になります。こんな感じで、ここに第3の部屋が現れるんですよね。で、ここにも電源コンセントとかついてて、で、こちらもね、防水仕様になってるんですね。うん。で、これ、ベッドの上で、これも外せるからね。こういうところに棚がついてたり、こういうところに USB がついてたり、ここに服かけるフックがついてたりとかするんで、元コンポぐらいだったら余裕で詰めます。バイク普通に詰めるよ。で、ここも大型バゲッジドアでしょ？ 3 面あるからさ、ここがこういう風に使えるのはいいよね。で、汚れても水でジャーって洗い流して、ここに線があるからね、これで下にビューッと洗うこともできます。うん。これが魅力的。ここトイレにしてもいいぐらいだからね。うん。ここシャワーにしてもいいぐらい。で、実際に使うときは多分、一段ベッドプラス荷物棚としてこういう風に使うことが多いんじゃないかなと思います。結構やっぱり段ボールで買った荷物とかそのままポンポン置きたかったりとかするんで、ここも本当はビニールだったらよかったんだけど、寝心地を考えてファブリックなんだろうな。ね。汚したくないよね。色がさ、ちょっとシミとかが目立つ色だからね。こっちはね、全部この黒いビニールレザーです。これが気に入ってこの車グレードにしました。うん。車内なんだけど、何かに似てない？
すごい、初めて見た時からすごく思ってるんだけど、この車内は、ルートインにそっくりだと思わない。こう見たらさ、ほぼルートインだよね。というわけで、君をこのコルドバンクスの責任者に任命する。ルートンというね、ルートインさんのキャラクターになります。ルートンよろしくね。じゃあ、監督はあっちの車で寝ているので、ルートンにいろいろ説明してもらいたいと思います。はい。それで、現在この車の値段ですけども、こちらの車が、これ977万円の車になります。基本、だいたい標準です。エアコンも標準だし、マックスファンも標準だし、FF ヒーターも標準なんですよね。で、その他にね、オプションっていろいろそう、オーニングとかトイレとかテレビとかいろいろあるんですけど、今回はマルチシェードっていうのと、ドアバイザーだけつけました。マルチシェードっていうのはこの窓のところをこう塞ぐやつだよね。うん。で、これ。それからドアバイザーってそこのところについてるやつね。どうしても夜さ、高速道路走ってる時とか換気したいんだよ。雨降ってる時開けられないから、バイザーちょっと欲しいです。やっぱ長距離走るからね。うん。こっちにもついてる。バックモニターとかは標準だよ。ナビとかもついてます。なので、基本はすべて後付けでやります。で、冷蔵庫もついてなくて、本来ここが冷蔵庫なんだけど、空になってるので、なんか買ってきて入れようかな。結構奥が浅いね。うん。なんか、外れそうだな、奥。冷蔵庫ここに入れようかな。買ってきて入れようかなとも思っているところです。あと、電子レンジもよくここについてるんだけど、うん。電子レンジも今回ついておりません。はい。電子レンジは買ってきてつけてもいいかなとは思うんだけど、今のところね、電子レンジを、あっちのアトムは積んでるんだけど、ほぼ使った記憶がない。うん。いらないかな。はい。すっぴんで買ってまいりました。で、まあ、諸がかりとか含めると、だいたい977万円が、諸がかりがだいたい、諸費用がだいたい35万円ぐらいかな。かかってきます。だいたい概算で、110万円ぐらいになります。1000と10万円ぐらいにっていう感じになるんでしょうかね。211万4200円を、現金で払って、残り800万円をね、クレジットでお支払いということになりました。そうすると、ジャックスさんですね。月々の金額が、こちら、4万と93円の、240回払いですね。こういう計算になります。金利がですね、1.9% になります。固定金利だね、これはね。分割払い手数料。うん。こっちが161万7000ですね。ごめんなさい。前回の動画で100万ぐらいって言って160万円ぐらいが、金利になってきます。はい。きっかけとして、やっぱり 1.9% で240回払いっていうのができるのが、このキャンピングカーのやっぱり大きなメリットですよね。普通はね、だいたい10年払い、1.9% とかはあったりするんだけど、10年払いがマックスです。で、銀行にも聞いたんですけど、やっぱり10年がマックスで、やっぱり1000万とか簡単に貸してくれません。うん。そういう意味で、このキャンピングカーの優遇なローンという、特別なローンという感じになりますね。で、今後、やっぱり金利がね、上昇していくというふうに思っています。住宅のね、変動金利だともう、変動し始めてるところもあります。その中、やっぱりこの 1.9%、今しか組めない金利で組んどくっていうのはお得かなと。これがね、2.9% になると、支払いは、100万円ぐらいやっぱり増えます。支払いって金利の支払いが100万円ぐらいやっぱ変わってきますので、やっぱり 1.9% 大きいかなのうちにというのはあります。今の年齢であれば、いわゆる年金のもらえる65歳という年齢の前に、支払いを終えることができるので、もう将来的にも安心かなと思っています。でね、別に20年払わなくてもいいんです。はい、いいんです。実は20年払わなくてもいいんです。貯金をしてって、で、残債の分と相殺できる金額があれば、それで、一括返済もできるんで、マイカーローンはね。で、あとは、例えば、下取りに出した時の金額と、
相殺できれば、それによってもローンをやめることができます。売っ払っちゃったりって言ったらあれだけど、例えば手放した時に、手放して売った金額とローンが同じぐらいだったら相殺できますし、頭金を入れてればですね、まあ、追加でお金を払わなくても、そのローンをね、こう、解消できるっていう可能性もあるので、そういう意味ではね、お支払いしやすい。月々の金額を低めに設定しといて、貯金で貯まったら返す。もしくは、下取りした時にそれで相殺する。みたいな、3本柱の考え方で、今回ローンを組みました。キャンピングカーは残価が高いと言われています。カーセンサーとかで見てくれたらわかるんだけど、10年前のキャンピングカー10年前のキャンピングカーが、やっぱ500万ぐらいで売ってるのっていうか、500万円で買えない車も多いと思いませんかね。うん。そうなんです。じゃあ、10年前のキャンピングカーっていくらだったのって言ったら、今より安かったで。10年前のこのコルドシリーズって多分ね、600万円台だったと思います。うん。だから、今これ1000万になっちゃったから、結構高くなったんだけど、そう考えると、10年前の車は500万、600万。まあ、もちろん中古車なので、将来的にどのぐらいのお金、残価が残るかっていうのは、わからない部分はあるんですが、このまま例えばインフレが進んでいって、で、金利も高くなって、インフレってね、価格上昇で、まあお給料上げるって言ってたから、社会全体で物の価値が上がっていって、で、さらに金利が上がっていくってなるっていうことになると、10年後にもしかして、また例えば500万円ぐらいの価値がつく、もしかしたら600万、700万つくかもしれないと。そしたらもう、大ラッキーだよねっていうことで、ちょっとそういうこともあって購入を決意しました。これに関しては何とも言えません。将来になってみないとわからないので、現状では非常に高いこの残価率を持ってます。ただ、20年前の車でも、まだやっぱり200万、300万つくんで、20年乗って、もしかしたら手元に帰ってくるかもしれない。2、300万帰ってくるかもしれないなという大事に乗ってればね、淡い期待も持っていったりします。あとね、もう一つ決め手となるすごく大事なことがあって、で今回4駆なんですよ。4WD ね。で 4WD で、ダブルタイヤになってます。で、この 4WD のダブルタイヤっていうのが、この今のモデルになってから、2022年に登場したのかな。でね、ちょっと走ってみたんだけど、やっぱ4駆のダブルタイヤの安定感は結構高いんだよね。このダブルタイヤっていうのはやっぱ主流になってくると思います。今もうダブルタイヤしかないからね、カムロード。やっぱだから中古で欲しいっていう人もダブルタイヤにしようかなっていう人増えてくると思います。それで肉はね、以前からあった。肉は以前からあったんだけど、4駆はなかった。で、4駆が、だからまだまだ弾数が少ないし、今後将来的に例えば、この車を手放すって言った時に、この4駆でダブルタイヤっていうものを前提で中古車を探しているってなった場合に、この車が一番古いモデル。中古車としてやっぱり買いやすくて需要が出てくると思います。そういう意味で、もしかしたら残価かなり残るんじゃないかなっていう淡い期待も持っています。バッテリーもね、電装系も、リチウムではありません。普通の鉛バッテリーになっております。はい。ここら辺ね、最新のイリスっていうモデルがあるので、それもちょっとね、どうせローンを組むんだから、それで買ってもよかったかななんても思ってはいるんですが、まあ、今後いろいろどんどん最新のこの電装機器が出てくるのを、やっぱり自分が取り付けたりとか勉強したりとかするのを楽しみにしているので、そこら辺はね、自分でこうやっていきたいなってすごく思っています。時代が変わってくれば、その時代に最新にマッチしている電装系っていうのがあるので、それをこう、その都度で、作っていきたいなと、取り付けていきたいなと思っています。ちょっと暑いから。
任意保険ですけども、任意保険ね、三井住友海上の保険をかけました。キャンピングカーショーとかに行くと、キャンピングカー専用保険っていうのを売ってるんですが、それに入りました。加入しました。はい。それで、車の保険、対人対物無制限ですね。で、人身障害5000万。で、車両保険は975万円です。車体本体価格が、保険金額になるらしいのでですね。で、面積金額10万円。面積っていうのは、事故を起こすと自分で10万円払わないといけないですよってことです。これゼロにすることもできるんですけど、ゼロにすると保険料ちょっと高くなっちゃうんだよね。うん。で、35歳以上で運転者限定です。はい。監督は運転できないからね、免許持ってないのでね。今取りに行かせようかと思ってるんだけどね。熊の保険。熊の免許と熊の保険。うん。で、面積に関しては、ここは私の持論なんですが、10万円、保険を使うと、等級が下がる。で、さらに、自己等級っていうね、事故で使っちゃうね、自己等級っていうのに入るんですよ。自己等級に入ると、その等級が3つ下がる以上に、さらに、3年間ぐらいね、ちょっと保険料が高くなるんで、10万円ぐらいだったら、10万円の事故って、多分、擦っちゃって傷がつくとか、そのぐらいだと思うんでね。そのぐらいだったら、あと窓ガラス割れちゃったとかね。そのぐらいだったら保険は使わないで、自分で直した方がいいかなと。うん。と、保険料が上がる分を、と考えると、それだったら、面積をつけて保険を下げといて、万が一なんかやっちゃったら自分で払うの方が、いいかなと。そういうふうに僕は考えています。ただこれは持論なので、年間の金額が、67,730 円になります。これあれなんだよね。キャンピングカーの保険なので、ロードサービスが、レッカーが500キロついてるようです。はい。なので安心。キャンピングカーってやっぱり普通の、レッカーでなかなか運べなかったりとか、家からの出かける距離が遠いところまで行くからね、500キロだと東京まではカバーできるので、まあ関東ぐらいであれば、レッカーで帰ってくることができるかなと思います。まあレッカーで帰ってくるとか、その時は修理屋さんに持ってくので、まあ500キロあれば、まあこちらバンテックなので、まあ、日本中にね、こう、それぞれ販売店、サービス拠点があるので、そこまでは基本的には持っていけるかなと思っています。トヨタもね、全国にあるから500キロあれば十分かなと思っています。はい、というわけで今回は、このコルドバンクスのファイナンシャルな部分ね、それを考えてみました。で、前回言った通り、カーシェアとかでね、キャンピングカーに興味がある人に、お貸ししながらね、運用って言ったらおかしいけど、だから、こう、維持していければいいかなと思っております。はい。何かね、質問等あれば、コメント欄にいただければ、わかることであれば、お答えしたいと思います。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。